これどこで出るんや。始まってるのかな分かりにくいな。おはようございます、小木曽です。うわー、分からんな。これを押せばいいか。あ、もう来てるわすみません、おはようございます。小木曽です。4分5分も遅れました。このね、配信予約今日皆さんね、それで来はったと思うんですけど、それをやると今度その前の時間ではできないんですよね。おはようございます。皆さんおはようございます。みちみちさんもボンド羊さんも始まりましたと。水野さんも、スマイリひろみさん、あけみさん、はらさん、ゆうさん、前田さん、横浜 M さん、マダムスカイミンミさん、メンバーシップ会員へようこそって書いてありがとうございますね。赤坂さんも絵描き猫さんも、今日子供たちが起きるの遅かったんで、ちょっとねバタバタしておりました。すいません。今日はこちらのお写真のやつですね、を描いていこうと思います。下のやつね、よろしくお願いいたします。今何人見てるとかまでは分からん。ふうみんさんもおはようございます。こちらですね。としさんおはようございます。油絵描こうかなと思います。昨日ね、油絵水彩って言ってたんですけど、油絵の具が残ってたんで、昨日ちょっと夜絵描いてたの、昨日おとついぐらいから描いてたのが状態が非常に良いので、こちらで、すみません、急遽油絵にしましたが、下書きを描いた時点でこれは難しいかもと。何か理由は単純なもので、あれですね、あれマスキングテープあれいいか、ちょっと緩くいこうか。単純に、複雑やと、細かいということでございます。すみません。皆さんだらだらねやってください。5分遅れたとかね言われてもね、これ配信予定にしたらその配信予定の後しかできへんというね。もう本当難しいね。大丈夫。もう47人。これをやると僕にプレッシャーがかかるわけですよね。この時間にやらんといかんと。そういうのもでも人は集まりやすいかもしれませんが、今ちょっとこれ完成油と呼ばれるものとポッピンオイルだけです。で、これはあれですね、紫色ですね。ちゃこさんも埼玉りさんもカメポモさんもライメンさんもちょっと3日連続で、ちょっとやれたらなと思います。明日は午前中かどうかちょっとまだ未定ですけど、また配信予約みたいな感じで多分できると思いますが、ちょっと明日は遠方に遊びに行けたらと思うけど、雨降りそうやからやめるかもしれないし、ちょっとよくわかりませんが全面をとりあえず濡らしました。ちょっとここマスキングテープを貼ろうかと今迷ったんです、一瞬ね。で、この油で浸してしもたら、これは今日はパネルですね。板に書いております。板シナベニアのパネルにジェストをジェストの白と黒をこういうスポンジとかを、適宜切って絵の具バーって乗せて混ぜて、でバン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 と叩いとるだけです。はい、それを研磨しております。研磨もめんどくさくなってきたのでカッターの刃でギコギコやると案外平らになります。もうどんどん横着が増していきます。とにかく僕の動画は3年間4年間もうすぐ4年になりますが、書き方変わりますんで、本当にもう私自身がそういう人なので無理ですので、過去に本で書いてたこれはどういうことですかとか正直覚えてないです。はい、間違えてるわけじゃないですけどね。ウィズアルファさんもイトチエさんもコロコロさんもチャコさんもサイドマルさんもです。グッモーニング。あと皆さん本当ありがとうございました。もう本当に昨日おとついぐらいからちょっといろいろわちゃわちゃ言わしてもうてますけども、西房先生のねあれ剣ですね、拭き取りました。西房先生のティッシュはもうなるべく今日はネピネピを使っております。安いやつを、この季節は鼻セレブを重宝するとは思うんですが、こういう拭き取るのに関してはこれどこですか
ね、王子ネピア株式会社さんのこのね、庶民の味方、一番安価なやつですね。で、下書きは転写しておきました。もう転写のやり方はもう何度も言ってますけども、こちらですね。写真を裏に、パステルの黒すり込んで、ティッシュですり込んで、その後にこう、アクリルで線をなぞっておきましたという感じでございます。で、ここからはちょっともう完成油だけというよりは、もうここにテレピンを入れてターペンタイン、ただ、まあ、皆さんねご承知の通り、相当僕は溶け油ほぼ使わない型の人間です。で、ここにこうついた今こうね、完成油だけの実は薄くこう引いときます。ここにねパレットに引いときます。で、質問等ありましたらぜひぜひ。あとはあれを貼り付けたかったな、今日このよいしょ、目立つようにね、よいしょ。あとはメッセージ固定と、よし。で、まあ何が難しいかって、もう単純な話で画面ちっちゃいんでこれA4 サイズぐらいです。 A4 サイズぐらいで、やっぱそういうこうサイズなので、非常に難しいです。色はですね、ちょっと言うだけで描いた方がいい。マジックが見当たらんけどこれはピーチブラック、ちょっとあれでピーチブラック。これはトランスオキサイドレッド、ウルトラマリン、ローアンバー、ラウアンバー、コバルトブルー。これなんやろな、なんか緑ですね。カドミウムグリーンかな。で、カドミウムイエロー、カドミウムレッド、これはコバルトグリーン、カドミウムグリーンとコバルトグリーンやと思います。これ何やったっけな、マゼンダやったかな、スーパーマゼンダやと思います。で、コバルトバイオレットやね、V。見えへんね言いました。山鹿ののんさん、初めて、リアル配信間に合いました。いや、嬉しいですね。山鹿ってあそこの山鹿ですか？熊本の山鹿ですか？熊本はちょっとお仕事で行く予定が決まりそうな気配ですね。気配だけですが、ちょっとまだあれなんだけ吹き取ったけど、ちょっとオイリーやね。ワークショップもなんかお子ちゃま対象みたいな感じなんでね。いや、僕なんかそんなんね、老若男女全部自由でいいと思うんやけど、そうするとね、一瞬で埋まってしまうんでね、なんかね、子供のための対象のワークショップのつもりが。よいしょ。まず光を描いていってます。で、塗り絵的にならないように少しこうはみ出すぐらいの気持ちでですね。けいこかまどさん、仕事頑張ってください。よいしょ。よいしょ。ハイライトを少しこう描いていくようなイメージで、よいしょ。今日は多分圧倒的にこう集中する時間帯があると思います。逆にこう休むときは休むので、質問を休まんと持たないので。よいしょ。よいしょ。うるさいな、今日も。うるさいね。
よいしょ。筆はですね、なんかアーティファイってあんまり高くないやつですね。よいしょ。よいしょ。今はちょっと集中する時間帯ですね。まあもうグレーの下地はもうこう作ってあるからですね、もうちょっとこうしたいな、ああしたいなってもちろんあるんですけどね、もうちょっとこれの場合やったらどれぐらいかな、もうちょっと明るめの下地がいいなっていう感じもしますけどね。よいしょ。ボサノバだと朝感すごい出てるもうちょっと音小さしようか。ちょっと僕 BGM 昨日聞き直したら少し大きすぎたかな思ったんで少し小さくしますね。よいしょ。どうですか。ちょっと緊張感ある仕事はちょっと光ってるかな。ごめんなさい。この角度の方がいいかもしれんね。で、これ、下に塗ってる線はね、確かね、黒やったかな。本当は黒じゃない方がいいです。ちょっとね、焦げ茶色ぐらいがいいかなとは思うんですけど、今回はちょっと黒に、まあ本当にごめんなさいね。作画動画として作っているので、もうちょっと、あれの方が良かったかなと思いますけど、焦げ茶色ぐらいが良かったかなとは思うんですけど、よいしょ。で今もどっちかというと絵の具は薄めに塗ってます。薄めに。こっちか消すと光るのか。よいしょ。まあこういうまあ微妙なグレーみたいなのを作るというのは結構こうですね。よいしょ。なんかここは白く映ってんねんけど、ここは暗く映ってんねんね。まあ難しいよね。もうね。少しずつでもね、皆さんにね、見やすい動画をと思って頑張っているんですが。で、まあ、顔とかで使ってる色に関しては、やっぱりですね、髪の毛、じゃあ手とかね、そういったところにも同時に使っていくようにされてみてください。
よいしょ。よいしょ。ちょっと暗く映ってるのよね。難しいね。ちょっと暗く映ってるけどね。まあね、こう上の方やからね。この辺は結構光がね。ことライトを角度をちょっとマシかな。弟がよう喋るようになってきてね、もう何を喋ってんやろね。で下の絵の具とか下の線ですね。線はもうまあ多少こう、見えるか見えんか程度にしながら、よいしょ。今日は2時間超えの可能性がありますので、皆さんだらっとね適当にね2時間超えの可能性が十分ありますので、ちょっとマゼンダを入れました。BGM いいですか？ちょっとね設定がまた飛びましてそんなもんですよ。もうね皆さんね、これが公共の電波を使った放送局やったら大問題ですけどね。私は一応ね YouTube さんのあれだけでやってますのでね、まあ、こういうとこちょっと使っておいて、少しこう、初めに塗った線も多少見えつつも見えんかな、消えへん程度にこうやりつつも、でこういうところのこう明るいこう面みたいなのはしっかり混色してですね、であんまりこう絵の具がこう滑らないようにしながらも、という感じでこう色をですね置いていってます。まあ、グッとしたハイライトはまだ置かずに、少しこう周りとちょっと溶け合うような表情とかを作りながら、よいしょ。よいしょ。で少しこう濃淡みたいなののちょっと暗い部分みたいなのを作っていこうと思います。暗い部分、まあ、髪の毛であるとか、ですね、ちょっとだけ溶け油つきます。ほんの少し、まあ、パレットに置いてあった絵の具自体がですねもうちょっと固まりつつあるので、どうしてもねほんの少しだけ出しっぱなしの時はそんなにいいんですけど、よいしょ。出したすぐの状態ならばいいんですけど、ちょっとね固まっているので少し溶き油を入れたぐらいです。なんだ俺はビリよって言ってんなよいしょ。この少女ちゃんは誰ちゃんですか？メンバーの方のあれですね、お孫さんって言ってましたね。ちょっと個人があれされるといけないから、とりあえずは私の方からは個人的なあれは言わずによいしょよいしょ。
で、ちょっと影の洋服とかの影の色とかをですね、で下の線は少しこう見える程度にしながら、まあ、グレーとこのベージュみたいなんで少しこうね、ベース薄く透けながら見える感じで、よいしょ。でちょっと脇とかに入っていくような暗い色とかは少しこう、よいしょ。まあ、よー混色します。もう、それすごい大事です。もう、油絵に関しては特に、もう、混色です。めちゃくちゃ混色します。で、もう、ちょっと筆をね、巻くぐらい、ギューッと。ここ、根元に結局溜まってしまうんで、それをこう、こそぎ出すと。おぎそ出すじゃないですよ。こそぎ出す感じでね。よいしょ。よいしょ。了解です。ありがとうございました。まあ、その方がね、もしコメントしてきたらね、その人がねなと、僕の方がちょっと言うていいかわからないからですね。よいしょ。いや、油絵に関してはちょっとこう、違うな思ったら拭き取ってあげてください。もう本当にね、少しね。もうちょっと暗い方が良かったかなと思った今ね。よいしょ。よいしょ。ちょっと光ってますんでこっち消しますね。顔ね、今回はちょっと見せ場が上の方にあるからちょっとなんかアングルが難しいですね。アングルが難しいですね。よいしょ。少しこう外と行ったり来たりしながらですね、ちょっと溶き油を入れました。ジャバジャバにつけるという感じではないんですね。ここがね、結構ね、皆さんね、なんかね、ジャバジャバにつけるのはグレーズとかグラッシュとかいう時で、下の絵の具が完全に乾いていたりした時は、あれなんですけど、それでもやっぱテレピンとか使うと、溶けてしまったりするので、やっぱりそういうところもすごいこう、油のこう分量みたいなのは難しいです。もう原則も本当にチューブから出した状態、で描いていける方がええかなというふうには思います。ちょっと映ってないね。ごめんなさいね。顔の表情の時はやっぱアップにしましょうかね。ちょっとね。よいしょ。ちょっと顔の方に光を当てたいけども。よいしょ。
もし質問あったらしてくださいね。よいしょ。やっぱね、質問も減ってきましたもんね。まあそれは私個人的にはありがたいけど、とにかくこうチャットで質問してもらえるのが一番ありがたいんで文章打つの大変なんで、言葉で言うやったらね、何秒で終わるけど何分かかりますもんね。夏伊藤さんもおはようございます。よいしょよいしょ。なんかこう YouTube のね見てた人でなんかボサノバ奏者の人いた気がするねんね、昔なんか高評価かなんか見たような記憶あるんだけど、その方も最近は多分ね演奏会とか忙しになったんでしょうけど、やっぱコロナの一番こうの時はそういういろんな業種の人がいましたもんね。猫カフェの人とか元気してるんですかね相当見たけどな、あの人のな。猫カフェとかね、アフリカの人とか、なんや、あちらの人たち、海外の人ね。クアラルンプール絵画教室やったっけ。よいしょ。ピアノの鍵盤がこうなんかね、このグリーン系のなんか色が綺麗ですね。よいしょ。ハーモニーさんはありがとうございます。あ、答えた。ハーモニー、のぞみでのんちゃんと呼んでますとライブの時少女の写真がない内容と話されたのでありがとうございました。のんちゃんですね。のんちゃんでいきましょう。今日のんちゃん書いてます。よいしょよいしょよいしょ。なんか油絵のこう撮影って昨日透明水彩やったら綺麗に映るな思ったけど、やっぱねこうカメラのあれによって光ってまいりますもんね。むずいな。まあもうしゃあない、そこは皆さん諦めてください。よいしょ。で生の白に近いので、まあこの辺はもうなんか書く書かんとか自分でこう決めたりされたらいいと思いますよ。よいよいしょ。緊張感のある仕事やね、やっぱ今日はね、この後ろがねつながって見えるか。よいしょ。で明るいとこを描いていくと、先ほど塗っておいたのが少し影に見えてくるというかね、感じですね。まあなんかね、水彩と油絵ってなんか似てますねとか言うけど全然違いますからね。たまにそういうコメントあるんですけど全然違いますからね。もう真逆やと思った方がいいですよ。全然違う。なんかここ1ヶ月にその同じようなコメントが2回あったから全然違うとびっくりするぐらい違うね。そこ言うとかんとね、しつこくね。
よいしょ。手前にガムテープでね、木とか貼っつけてるんですけどねちょっと邪魔やなよし。じゃあちょっと、顔のあたりを描きますので、少し拡大してお見せします。ちょっとお待ちください。よいしょ。ちょっとパレットの色の混色が見えにくくはなると思いますが、めちゃくちゃ細かいんですよめちゃくちゃ細かいんで、こういうところはね、ある程度ね、雑集中力を見せんといかんので、よいしょ。で、ハイライトね、お前だよとか言ってるぞあいつら。なんちゅう会話しとんねん。お前とか言い出してる。ねえ。絶対幼稚園で覚えてくるんでしょうね。うちなんか、ほんと品よくこう育ててますからね。本当にね。さようでございますかとかね。もう、絶対お前なんか言う言葉絶対使わないんですけどね。さようでございますかようござすね。よいお日柄でございますね。とかって言うてね、やってるのに。お前なんか絶対なんか。筆先がちょっと広がってるんですけど、これはこれでうまいこと使えばね、ぼかしたりするのにいいんですよ。よいしょ。こういう毛のね、髪の毛の。で、外側から明るくなってるようなところもあると。で、そういうところをこう探しながらですね、こう輪郭のこう、ある程度見えているところとか、少しボケているところとか、溶け合っているところとか、そういうのをですね、ここが、よいしょ。まあ、のんちゃんに会ったことないから僕もね、そんな似せれるかどうかは自信ないので、似顔絵ではないのでですね、そこだけはちょっとお許しください。で、少しこう筆先が、広がったような筆で、こういうところ反射光とかね、よいしょ。で、しっかり混色して絵の具をちょっと厚く、塗るところは、例えば明るいところとか、こういうところは少し絵の具をぐっと置いてみて、で、それをこうまた伸ばすような感じで。見えてるかな見えてるかな。ちょっと赤系、クリムソン冷気系みたいなの入れてみて、ね、賢そうな女の子ですよね。ね、うちの兄貴もなんか幼稚園の頃おふくろはピアノ好きで
ピアノを少しやってましたけど、全く続かなかったですね。まあね、続かない子はね、もうね、しゃあないと思ってね、そんなにこうね、まあ僕なんか絶対そうですよ。こんな風に育てたいという理念、理想が全くなく、よいしょ。楽しく生きてくれたらね、と思うね。絵の具の物質感ほんの少しついてるんですよ。ちょっとそこまでは多分映らないとは思うんですけど、なかなかね、ほんの少しこう絵の具を厚くしたりしてるんですよ。こういうのね、グレーズとかするとよりこう浮き出て見えてくるんですけどね。でもこう一発書きやったらなかなかそこまでね見えないですもんね。よいしょ。いやー、最高難易度だぜ。このおじさんの指、皆さんもね、指1本分ぐらいの顔やからね、自分でこうね、このぐらいですよね。何と比較すればいいかな。これぐらいの顔。ちょっとこう冷気機を置いて、それをこうお化粧するかのごとく、僕もちょっと化粧するのに今日時間かかったのごめんなさいね、ほんとね。お化粧男子なので私も。よいしょ。よいしょ。ある程度ね、顔とかがある程度見えてきたらまた周りに行きますけど。よいしょ。おはようございます、MM さん。葵さんもおはようございます。負けず嫌いな性格ですが、ピアノ大好きです。いいですね、負けず嫌いね。よいしょ。やっぱね、負けず嫌いじゃないとダメですよね。世の中平等や言うてもね、社会出たら競争ありますからね。この美術業界だってそうじゃないですか。何でもそうじゃないですか。よいしょ。まあちょっと稜線と反射光みたいな感じで、油絵の場合は僕はちょっとこう一発書きの時は若干いつも理想より終わった後見たらちょっと暗かったなと思うことが多いんですよね。だからちょっとこう初めの下地の色をもうちょっと明るくしておきたかったかなと思いながら、でももう作られているパネルをね、消費せんといかんので大量に作ってますのでね。よいしょ。もうちょっと紫がかってるかな。すいませんね、今日はおとなしいやないけって言うかもしれませんけどね。集中してます。まだ今の段階ね、相当集中力を持ってやらんといかんので。体調が悪いわけでも何でもないです。ある段階までは集中してやらんと。
まあこういうところに、こういう絵に関してはやっぱりこう、この間のですね、ルノワールの模写とかが生きてきますよね。筆の人の肌の色のタッチであるとか何であるとかっていうのはやっぱり正直生きてきてます。このぐらいの絵の具でこのぐらいであれしてこのぐらいでやってみたいなのはやってよかったなと思いながら今やってます。お肌ツルツルピチピチ、描きがありますね、羨ましい。いやいや、ゆうさんもピチピチじゃないですか。お嬢さんもっとピチピチでしたけどね。お嬢さんと一緒に来てくださってね。あんな感じの、なんか若い日本人、あんまいないですもんね。なんかこう、すごくこうね、活発な感じのゆうさんのお嬢ちゃんはね。やっぱ向こう育ちって感じしましたよね。よいしょ。よいしょ。ごめんなさいね。面白くない放送でしょ。もうこんな感じですよ。もう今日は。この異常なほどの集中力と絵の具のほんの少しのモデリングを。ね。今筆先をここでこう広げました。こうやってね。でそれを用いて輪郭のところを少しぼかしてあげるような仕事とか、ちょっと髪の毛とか他のところまた行きますね。よいしょ。で少し例えば後頭部のところに反射光といってね、向こう側に光、向こうから入ってる光みたいなのが少し入ってるなとかですね。うっせえうっせえな。ちょっと目描きましょうか。ピアニストになるためとかは全くないんですが、人生にピアノが彩りになったらいいなと思ってます。とても似てきてます。ありがとうございます。うちのおふくろ70、おふくろ年齢言うたら怒られそうやから、23歳プラス50なんですけど、ずーっとこう子供の頃からピアノやってて、でなんかピアノ古なったからって言ってもうやめようかなみたいな思ってたみたいですけどね、最近またやっぱりっていうことで大きいピアノ買うてましたわ。大きいピアノ。顎のラインめっちゃむずい。でこういう目とかね、こう細かい仕事とかになってくると、少し絵の具、溶き油、テレピンとこれポピーオイルですけど、少しつけて、で写真見ると黒いんですけど、ちょっと黒くなりすぎてしまうと、ここのところのコントラストがぐっと強くなるので、若干色を入れたり、少しですね、ほんの少し白とかを混ぜて、カメラ邪魔やな。このやっぱりライブ配信環境を作らなあかんのけど、ちょっと毛先が細いやつが欲しいね。本当は書く前に舐めたらね、水分なんでね。舐めたってね。
おさえさん、私もずっと何も続きませんでした。今のところ絵を描き続けていることに、親はすぐ飽きると思ってたので、呆れながら驚いてますと。夏井人さん、小さく顔を描く少しのズレを違和感になるから難しいなと思います。自画像でたるんだ肌に苦労しています。皆さん、まあね、今いろいろね、いいでしょ。影が落ちてると思います。影落ちてるよな。お許しください。ちょっと絵の具が多かった。しまった。恐竜2君が。で、白目も、例えば上の方を少し塗り残すことによって、上まぶたの影になる。わかるかな？よいしょ。で、ハイライトみたいなのも、このぐらいのサイズ感やったらね、生の白っていうより、ちょっとだけこうなんか色入れて、あんまりこうゴテッとのせるよりは、薄めにちょんちょんちょん。自然にこう、ついてくるぐらいじゃないと。しました。皆さんも息を止めながら見てますか？絵の具を置いて、少し毛先の絵の具を取って、で、これで少し伸ばす。ちょっとここが暗すぎるんで明るくして。ね、すごい集中力でしょ。絵の具を置いて、この写真のなかなかねディテールの限界値があるので、それのこの辺りがこう書き込みの限界じゃないかと。こいつを少しこう毛先の絵の具を拭き取って少し伸ばして、
近いね。少しはまあまあね、顔なんとかみんなやってきたでしょ、よいしょ。いやー、1時間近くかかったねここまでね。きつ。まあ、ちょっと洋服とかも描いていきますね。よいしょ。で、まあ、書くところとそうやないところみたいな、こう、漢字みたいなので、ね、ぐっとこう書いてあるところと、少しラフに書いてあるところみたいな差つけてもええかもしれませんので、なんかこう、このあたりは少しこうラフに書いて、このあたりは少し強調して書いてとかっていう感じでもええかもしれませんので、っていうかそういう風にしようと思ってましたけども、今ちょっと顔のところはね、ある程度しっかり描くんですけど、少し洋服とかはザザザザとこう、かっこいいタッチで描けたらええかもしれんなと思ってですね、ウェットオンウェットっていう感じで、全部が全部ね、こう、ピシッと描くよりも、ピシッと描くにするにしてはちょっとこう、写真がちょっとこう甘いというところあるので、もうこれどうしてもね、私みたいにね、しっかり一眼でガシッと撮るわけじゃないのでね、皆さんね。特にこうね、手のところに向けてこう光がぐーっとこう入っていって、見せ場みたいな感じにこうなっていって、なんかマネの絵とかね、なんか暗い黒い絵の具がぐっぐっと入ってて結構かっこよかったりするんですよね。ぐっぐっ画面の中でですね、こう、よいしょ。これは黒じゃないですよ、今置いてるのね。この辺はよく言うてる画面を作るという構成ですね。構成的な部分が少しこう必要な力になってくるかなと。映ってないですね。よいしょ。画面全体をこう見ながら引き締めるところは引き締めて、よいしょ。鍵盤も難しいですね。暗いとことせやないとこと。コージエンさんもおはようございます。伊藤千恵さんも表情出てきました。ゆきゆきさん、夜更かしして寝ようと思ったところ、ごめんなさい、もう寝てください。日本はね、連休というやつなんですよ。今日は天の誕生日、昨日かな、今日かな。ゆきゆきさんもドイツは長いんですか？もうね、寝てくださいね。話しかけられたら寝れんわって感じでしょ。よいしょ。ちょっと画面全体を一回お見せしますね。こんな感じになってました。指が入っていて、ここが少しこう暗い鍵盤になってて、
で、この洋服なんかも、鍵盤なんかも、やばい水に入れかけた。集中しすぎて、なんかぼーっとしてきた。ね。より明るいところを描いていくというような感じでですね。ピアノ弾ける人すごいですよね。手も足も両方ね、動かしてて、音楽できる人ね、すごいなと思いますよ、本当に。音符かと読めへん。もうなんか、ね、音楽の試験とか恥ずかしくてなんか、ね、吹けなかったですもん。リコーダーでさえ、ろくに吹けがなかったですもんね。ピアノ弾ける人尊敬しますよね。18年。うわ、長いですね。18年。僕が学生時代は結構ドイツに留学する友達とかいっぱいいましたけどね。そのぐらいの時期やろうな。2000年前後ぐらい。後輩にも一人行ってたな。18年は長いですね。GDP でドイツに抜かれましたね、日本がね。ついに4位に落ちるというね、もうさすがに日本はぼちぼち気づかないと。でもまだ4位やんって思ってる人いるかもしれないですけどね。いよいよもうドイツにももう抜かれ、どんどん日本という国がそうなっていってるというですね。中国に抜かれ、ドイツに抜かれたっていう最近ニュースやってましたね。まだ4位やんと思ってる人いるかもしれませんけどね。次韓国あたりに抜かれると思いますよ。シュ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 。この辺はね、絵の具をしっかりこうグッとこう物質感つけて、乗せていってます。まあ書き込むところは書き込むんですけど、まあちょっとそうラフに書くところみたいなのは少しラフに書いた方がっていうか、まあこの短い時間で、ある程度のとこまで持っていこうとした時には画面がこう出来上がるというか、完成度を見せるためには責任を取るというね、よく言ってますけども、その際にこう書き込むことが責任ではなくて、こういう絵の具を置いてあげようという意思をしっかり持って、それの理想の絵の具に、近づけながら絵の具を置いていくということをしていく。夫の写真、いいですよ。ベストコンディションの日にね。ちょっと動画自体もいつ作れるかもちょっとわからないんで、ライブ配信でやるかもしれないし、もうその辺はすごいこう結構適当なので、私もね。まあ少しこの影の色とはいえども、少しですね、こうハートマークになってんのよね。そういうところはおじさんという民族は気づかないよね。これハートになってんだよね。一箇所ぐらいこう書いといてあげたら、後のところは意外とこう人が気づいてくれたりするもので、ハートがあって、ハートがあってみたいなね。で少し塗り残ってるところが、影に見えてくるような感じとかですね。よいしょ。少しこういうところは何かの反射がしているなとかっていうことに気づいてあげたら、その反射下にあるものが少し青っぽいものが映っているなとかっていうことに気づいたら、そういうのをこう書いてあげて、こういうところもですね、少しですね、よいしょ。よいしょ。もし質問あったらしてくださいね。MM さん、CM は言わなくていいです。私はわからない。もう勝手に YouTube がやるのでですね。CM ですか。CM 外すの、これわからないですもんね。こう、おすすめとか上げてくれるのは、もしかして、こう、やっぱりこう、ある程度こう、収益化している人とか CM とかをつける人とか、そういうのがおすすめに上がるんじゃないかと、コメントがいっぱいある人とかね、いいねボタンがある人じゃないかと僕は思ってしまう。多分ほとんどの YouTuber の人は思ってると思うんですけど、
いや結局そういうおすすめとかですね、Google の、あれにね、載る、Google の、おすすめとかに載るっていうことは、多分そういうことなんちゃうかなと。普通に考えたら思いますよね。こいつはうちの社に貢献してくれてると。だから CM とかね、一応外さずにはやってますが。よいしょ。洋服をダダダダダと書いてきました。よいしょ。よいしょ。表情が出てきましたね。出てきました。でちょっとこう画面全体としてはちょっと色がこう寂しいなっていう感じがするので、少し例えば、ズボンの青みたいなのを少しこうコバルトブルーみたいなのをグッとこう置いてみたりとかして、画面の中でこうサイドですね、鮮やかな色みたいなのが欲しくなったらですよ、もうそれは本当にこう皆さんそれぞれでいいと思うんですけど、少しこうサイドみたいなの欲しくなったなと思ったらちょっと入れてみたり、ここのところなんかちょっとこう黄色なんていうのかなみたいなのが入ってんな思ったら少しですね、少しこう鮮やかな色みたいなのを置いてみたりとかですね、息を止めてみてしまうでよりこうねウェットオンウェットっていう感じでぐっと明るく熱くよいしょ少しこの辺は絵の具厚く塗ってってます。まあ、顔のあたりとかにもね、こう、乗せていきたいところなんですけど、まだ若干勇気がないですよね。で、こういうところを一層塗りましたけど、もうちょっとしっかりと混色して、グッと。で、こういう風に形添い病が出てきたら、ぶっと中まで入れたるとかね。なんでその形添い病って感じですけど、まあ、鬼高評会を見てください。形添い病がね、皆さんちょっと発病しがちなので。で、今度はまたこっち側から形がぐっとこう決まってるとか。よいしょ。こういうピアノのところからキュッと見えてる光みたいなのとかすごい綺麗ですね。でパレットが汚くなってきたらもうこのぐらいになったら一回掃除してください。僕はこのもうカッターの刃でビューッとこれだけです。そしてここをティッシュで拭き取ると。ライオンマークのコマンド通して YouTube 見ると CM が入ります。ライオンマークのコマンド。私はもうプレミアム会員やからもう家族のあれも全部あれしてるので、テレビよりもねトータルで言うと子供とかも合わすともう YouTube 見てるもんねよいしょ。で筆も、ある程度これぐらいになったら一回こう全部もうこそぎ落としてあげます。おぎそ落としじゃないですよ、こそぎ落としてあげますでまあ書いてる途中は筆洗いたいかったらこうティッシュとかまあ、テレピンとかカンセイとか僕こういうので、やって、拭き取る。これぐらいですね。くるくるホイルさん2度ねしました。ここの奥ねやっぱもう生の白に近いぐらいの方が綺麗かもしれんなと思って拭き取りました。
で下の絵の具まだちょっと残ってるんでしゃあないですけどね。よいしょ。ここはもう形添え病しゃあないかなとは思うんですけどね。筆にね、絵の具残ってますので、まあ本当は綺麗な筆とか使われた方がいいかもしれませんけどね。すいません。縦の線はやっぱどうしてもね。風強いな今日。寒そうやな。寒そうな気しますね今日は。皆さんの地域はどうですか？寒いですか？雪降ってるとかなんかちょろっとニュースで見たような見てないような。まあなんか絵の具のこう質感みたいな感じでグッと。で、まあこういうところのコントラストみたいなのはやっぱりこう弱めてあげた方がええので、ここですね、ここのところ。で、こういうところはやっぱりですね、ちょっとコントラストを弱めてあげようかなと。顔のここのコントラストが強くなってしまってるので、少しこうコントラストとかを弱めてあげたり、まあ、カチッと描きたかったらマスキングテープでいいと思うんですよ。もう本当にね、こういうところね。なんかこう僕はこう、柔らかく描いてるとことそうじゃないところの差みたいなのを少しこう今回は出したいなっていうのがすごくこうあるので、あとは輪郭のところとかですね、こう小さいものを描いて、ギュッとしているものに関してはやっぱり輪郭をいかに複雑にしていくかによって広がりのある空間っていうのが出てきますので、ちょっとピアノのあたりとかを少し描いていこうかなと思います。先生、自分で絵描いてると私の声聞こえてくる。それやばいんじゃないですか？舌詰まり病とか。よいしょ。よいしょ。ちょっと。手の界隈ね、後で顔また描きますけど、ちょっと手の界隈を、よいしょ、ちょっとこっちね、よいしょ。で、肝心なのは、例えばこういうところに光が当たってるとか、光当たってるとか、こう光が当たってるとか、ね、ここのところはどっちかというとこうなんか若干紫色の鍵盤で、鍵盤でもここのところ明るいとか。で、まず明るいところ。これ探すんですよ。もう鍵盤の色は、まあ、この、さっきこう、グレーみたいなの塗ったんですけど、その明るい色をしっかり探す。これがまず大事です。で、そこのところをしっかり追いかけることによって、見せ場になってきますので、で、まあ生の白ではないけどかなり明るい色みたいなのがこういうところにグッとグッとさ、大木曽三大疾患になってますか？ガサガサ。ほんまですよ。どうですよ。グッとかね、ビャッとかそういうこう擬音も多分ね、
基礎三大疾患のうちの一つですよ。よう学生昔モノマネされたもん。東京いた時しょっちゅうされてた。こそ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 やりやがなやつらね。堂々と俺の前でやればやるな。クツ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 やるんですね。ゲラゲラゲラ笑ってね。あ、来た来た来たみたいなね。こういうとこガッとね。ガッと。まあこの手の指のとこなんかね、めっちゃこう慎重にきたいとこですよね。こう光入っとるとこね、とりあえずまず描くね。ここのところね、光ってるなって。まあ少しこうラフに描くやったらラフに描いてあげたりとかするところラフに描いてあげて、外側から形が要は決まってるわけですよね。明るい色ね。全部鍵盤をね、均一に書いてももちろんいいですけど、まず光ってるとこを書く。で、次は、ここの中の色みたいなのをちょっと混色をして、よいしょ。ビュー。うまいこと言うだね、赤坂さんね。三大疾患。舌詰まり病と、形添い病と、あと何だっけ。皆さんね、舌詰まり病あんだけ言うても、やっぱ皆さん出てきますもんね。季節性のもんなんですかね。もうね、風邪みたいな感じで、もう皆さん、あ、また出てきたみたいなね、なりますよね。あとはあれですよ。メール何度も送り病ね、皆さん。心配やから3回、4回送るというね。必ずね、送信済みっていうところがあると思うんですよ。あそこ見てほしいんですけどね。皆さん大体こう、3回4回メール送り病っていうのとかね、画像添付忘れ病。いろんな病気がございます。双葉さん、大幅に遅刻しました。うえーいや言ううえーってうちの妻が言うにはもう15年以上前からねあれって言ってたみたいですよ。ニャンコロチーって言ってたよって。ニャンコロチーって言ってた。ワンコロチーとニャンコロチーはもう昔から言ってたよって。ほんま？もう怖いんやけど、自分でもそんなん言ってた記憶ないんやけどみたいな。でこうちょっと塗り残してこれの影、手の影があるみたいな感じにしてみたりとかですね、してください。ちょっと鍵盤のまあもうほんと時間あったらね、もちろんこれ乾いた後にマスキングテープででももう冷徹なぐらいに、やってあげてええかなと思いますけどね。冷たいぐらいにこうねカチッと書いてあげても、でもまあこれぐらいラフに書いてあってもええかなと。ちょっと映ってるなと、向こうのなんかが映ってるなとかっていうのとかもですね書いてあげて、なんか油絵に関しては本当ね、形がある程度こう見えてくるまでの不安さたるやね。夜も寝れへん、まあ、昨日も8時間しっかり寝たんですけど、ね、夜も寝れへんぐらいですわ。でもしっかり8時間寝てね、さっきパン屋さんにパン買いに行ってですね、はい。で、もう洗濯して、そしたらちょっと遅れたんですけどね、すみません。よいしょ。手とかもうちょっと書きましょうかね。全然質問ないね。横浜行楽日和です。今日横浜あったかいですか？佐賀寒いわ。あ、でもめちゃくちゃ晴れてる。めちゃくちゃ晴れてる。明日晴れるかな。
もう、モンシロチョウは飛んでましたよ。昨日。チャーチャーとか言って弟が言うて。うざーんって言ったら、モンシロチョウがふら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 って飛んでましたね。20度を超える日が出てくると、やっぱ間違う蝶々もいるんですね。テントウムシでも探しに行きますか。もういるかな。よいしょ。グッとグッとグッグッグッと。じゃあちょっと最後、顔のあたりを少し描いていこうと思います。ワンコロチーは九州の方言では2万%ございません。私が一人で言ってます。いや、絶対違いますね。僕の周りで言ってるのは僕だけしかいないので。まあこの小さいこうほんとね A4 のサイズの紙にですね、A4 の紙というか A4 のあれに書くのはですね、なかなかこうちょっと毛先の割れたような筆とかも使いつつ髪の毛を描いて、明るい色を描いたり、ほこりがね寝かせて描いてるとよいしょ。よいしょ。少しこう明るいところとかは絵の具を厚く塗ってあげたり、やっぱこう喋りながら描いて、おいコーヒー持ってきてこれでね、コーヒー飲みたいですけどね、弟とお兄ちゃんが持ってこれるぐらいになったらもう本当にまずねあれええんやけど、おいコーヒー持ってきて、忘れた、コーヒー持ってきて、お兄ちゃんトークもどっちか持ってきて。絶対聞いてないですね。からこういう系のねあれの後ろでこう束ねるってるんやね、こうやってね、こうやってね、こっちの方か。おとんのあれ持ってきて、眉毛があんま見えへんけどちょっと描いとこうか。東京は快晴です。疾患のネーミングもっと増えそうですかトシさんよいしょ。あ、縄跳びしてる。あら、近所の子がちょっと遊んでるうちのうち。あ、そっか、今日土曜日やから。そっか水泳教室やな。よいしょ。質問ないですか皆さん。おぎそ語録で印象的なのは、何々してあげて、絵なのに何するではなくてしてあげるというところに。本当ですか？絵なのにって、いや、絵やからじゃないですか。何々こう、もうちょっとこうしてあげて、もうちょっとこうしてあげたら確かにそうか。そんな風に言うてますね。赤坂さんさすがやね。赤坂さんとみちさんはなんか僕の本当にね、直接的な被害のないストーカーですからね。はい。
冗談ですよ。直接的被害はないわけですからね。僕も自分でも記憶をしていないこととかね、結構皆さんのが知ってたりしますもんね。覚えてないですもんね。昔山田くんっていうのいたんですよ。もういつもなんか電柱の端とかからこうやって見てて本当ですよ。それに気づいた T さんっていう女の子が「萩田くん見てみ、いつも山田くん見てるよ」って言って、いつもね影から全部男性なんですよね。なんかね男性に人気があるんですよ。なぜかね、謎ですよね。昔からね男性にはそういうこうなんかねそーっと見られるという、ちょっとこう紫色綺麗ですね。ビュッビュッビュッ。よいしょ。絵の中でちょっとこういうぐらいのね、こう色彩のあるこう影の色みたいなのが置かれると、ちょっとこうまた印象変わりますよね。いい雰囲気になりますよね。楽しかった。直接的な被害のないそうです。でももう本当昔から男性なんですよ。はい、もう直接的な被害のあるストーカーはいないです。今までなかったですけど、男性女性含めね。で直接的被害のないストーカーは全て男性というね。何ですかね。やっぱ同性としてなんか観察対象として面白いんでしょうね、多分ね。楽しかった、ほんと。じゃあコーヒー持ってきて。聞いてる？トークンでもええから。全然聞いてへんな。コーヒーさえちょっと飲めたらもうちょっと頑張れそうなんやけど。もうちょっと頑張りたいんやけど。コーヒー忘れた。ちょっと言ってきていいですか？でも油屋の時ね、邪魔されたら大変やからね。よいしょ。疲れた。お兄ちゃんコーヒー持ってきて。アイスコーヒー持ってきて。お兄ちゃん。お兄ちゃん持ってこれる？お手伝いシールが貼れるのか。お。トクも持ってくるって言って。泣いた。ありがとう。うんちゃんありがとう。ありがとう。おいおい。ありがとう。前これの続きやってるの？絵描いてるの。こんにちはって。あれの続き？前の続きじゃないよ。トーク何持ってきてくれた？またコーヒー。嘘、コーヒー2杯？はい。トーク何持ってきてくれた？ありがとう。コーヒー強盗。トークほら皆さんにほら皆さんここにおるよ。はい。こんにちはって。イエーイイエーイイエーイはい、ちょっと休憩させてください。こんにちはって言っておく。こんにちは。お兄ちゃんどこ行った？なんか変な踊りしてるよ。行っちゃった。バイバイ。行きました。なんてお利口な子供たちなんや。ねえ、こんなに空気を読める子たちやったんや。こない空気が読める子らやったよな。よいしょ。うちる。すごい空気が読めましたね。びっくりしたね。
疲れた。もうね、もう行きましたわ。もうこの辺のね、もう絵の具なんかね、つけて、これをして、こうして、こう、まだこっちにやって。質感をね、つけていって。ね、ここのとこね、ギュッと。絵の具置いて、本当にこうね、こう伸ばしとるんですよ。ここ毛先で。よくこう絵の具が混ざりますっていう人、こういう筆のほんの少しつけてね、で、それを置いて、それをまた引き伸ばすみたいな。こんなのできひんわーって言ってますか。慣れですよ、こんなもん。ケーキのね、デコレーションの上のブチューっとして、それでぐちゅぐちゅぐちゅってやるような感じよ。そのうち助手さんにと。楽しかった。めちゃくちゃ楽しかった。いや、疲れた。ここの文字書いた方がいいのかな。これ大事なのこれ。文字。書いた方がいいですかここ。なんかわからんけど。この、のんちゃんにとって、大事これ。なんて書いてあるのかなこれ。一応軽めに書いておきますけど。なんて書いてある？チェアフル。どこやこの辺か。F。チェア、U、R。めっちゃ美味しい。コーヒーがめっちゃ美味しい。うるさい。扉を閉めず帰りやがった。うるさい。あの野郎。勉強してんの？なんか、チエさんが送ってくれたワークを思い出して、もうすぐあんなパッとやっちゃったんですけど、なんかよくあるじゃないですか。クモンとかが出している。ああいうのをこういくつか昨日買ってきたんですよ。もう連休ね、暇やから。そしたらすごい勉強してますよ。若干間違えてたりしますけどね。突き進んでいきますよ。ぼちぼちね。4歳にもなるのにね。うちは全然もう本当に、文字を覚えさそうとか、算数をさそうなんて、もう毛頭ない。もう興味持ったらやらそうと思ってるぐらいなんで、ちょっと興味持ち出してるのでですね。無理強いしてもね、続かも、全然映ってなかったですね。ごめんなさい。ごめんなさいね。よいしょ。油絵描きながら視聴してました。ありがとうございました。こんな塩梅で、ズームを少し解消して全体をこうお見せしながら、こんな感じでございます。いやーめっちゃ楽しかった。ね、この辺のこうペッとこう質感みたいなものと細かい描写とみたいなののこうバランスみたいなのがねうまくこういった方の作品なんちゃうかなというふうに思って勝手にまた自分で褒めてあげている最中です。よう頑張ったぞとおっさんということでございます。もし質問あったら本当してくださいね。もうめっちゃそっちの方が助かるので初めてコメントするって方ももう遠慮なくアウトプットは大事やでってもいつも言ってますけど、アウトプットは大事やで。ね。言語化するとかね、おはようございますとか、もうそれだけでもいいんですよ。やっぱね、日本はこれからね、孤独死とかの問題も、なんで俺がこんな政治家みたいなこと言ってるか知らんけど、孤独担当大臣的なのも必要になってくるかもしれませんしね。
男性の 33% は結婚しないとかってって思いますよね。そんな、まあ結婚が正義とは思わない、全然思わないし、子供がねいるいないっていうのは全然思わないですけど、にしても多いよなと。よいしょ。僕なんか YouTube でこうあの人とあの人ええ感じやのになとかあるけどね何人か会ってるので、この人とこの人ええ感じやのになとかね、いや2人でデートぐらい行けばとかね、そういう下品なガサツな人間やから僕はですね、いや別にね、食事ぐらい行けよボソボソ言うております。口元がリアルで可愛い。反射弧ちょっと入れたり、こういうのね、色のね、よいしょ。MM さんメンバーの人ばかりですね。まあなんかやっぱこう僕が展覧会の時とかにやっぱりこう皆さんね懇親会とかねそういうのでお会いしたりしているので、やっぱり皆さんこうちょっとこう距離感は近くなりますよね。僕自身はそのもう教室とか持ちたくないしね、もう今日そうだ西房先生教室があると言ってて、僕はもう定時に働きたくないということで、今のスタイルを貫いているわけですよ。だから今日はねもう9時から配信って、昨日の夜押したんですけど、できるのかおっちゃんはと思いながらめんどくさがりのおっちゃんはできるのかと思ってたんですけどね、なんとかね9時にやりましたけど、あんまりやりたくはないんですよ正直ね。でもなんかこう出だしはやっぱ多かったですね、あれやったおかげでね。あら静かになった。どうしようかな。シャッシャッシャッどれか分からないときた。ごめん鍵盤。まあ、塗り残ってるところもありつつのっていう感じでございました。どう？そんなに悪くない。ここのブルー入れたのね、なかなか勇気いるけど、これぐらいのなんかここの明るさとか入れることによってね、画面が色としてもこう少し全体としてねこうバランスがすげえワークしてる。おじちゃんすげえ4歳からのとかね、ああいうやつ。ため息は完全にワークをしていたな、無理やりやらしてもね続かないもんは続かないですからね僕なんかもうそうやったからやりたいことやらしとこうという感じですね今はね。という感じで美少女誕生ですね。油絵の最高難易度は他の画材と違って最高難易度なんで、いやまあちっちゃいっていうのと今回ちっちゃいっていうのとあれでその描き上げる絵によってもまた違ってくるので、こうまあでも透明水彩意外と難しいし、僕最高に一番難しいの色鉛筆ちゃうかという思ってたりします。地道にやらないかんから、僕地道な仕事嫌いなんで。でも油絵の中でこの短い時間1時間今40分ぐらい経ちましたけど、である程度こう全体をあれして密度を上げて、完成度を上げてっていうことで、今日はこう最高難易度という、とにかくちっちゃいしね、こんなんにしても A4 サイズですよ。A4 サイズって分かります？レターパックにちょうど収まるんですね。という感じでございました。もうちょっと手の明るいとこピュッピュッと入れた方が良さそうよね、ここね。1時間30分40分。1本目の指。外出てったな。
グッとこう光ってるとこね。特に今日の絵に関してはこのちっちゃい画面にちっちゃい人を描くということで、顔いつもこれぐらいだったら顔だけやったりするんですけど、こう体とかも入れてで、構成しつつ、密度感を出しつつ広がりのある程度ある空間を描くということに関してはまあ難しい仕事でございました。ということで、油絵地道やパステルとか全部、難しい画材に関してはね、もういろいろまちまちやと思いますけどね、千恵さんみたいな絵描けないですもん、僕は。羨ましいな思って見てますよ。という感じでございました。明日も一応は、そうそう、今日大事なことね、最後にちょっと、CM じゃございませんけれども、最後ちょっと宣伝させていただければと思います。こちらですね、西房浩二先生、古府会とか日展で活躍されている先生なんですけど、能登の地震の方でちょっとご実家のお寺の方がですね、被災されてしまいました。それでクラウドファンディングというのをやっています。で、ちょっとすみません、昨日も同じ話になるんですけど、最後ちょっとやばいな、失敗したなクラウドファンディングというのは、こういったことがあって、例えば保護猫を助けたいとかですね、能登の例えば今回やったらば漆塗りの会社の人がこう立ち上げてたりとかするんですけど、で同じ絵描き仲間の西房浩二先生のご実家のお寺、能登町にあります、常福寺、がかなり、大きな被害に遭われました。で先生自身がこう最近、ここ1週間前ぐらいかなにこうクラウドファンディングを立ち上げまして、今目標金額の半分ぐらいまで来まして、皆さんありがとうございました。もうすごくこう私の小木曽のを見てっていうことを言ってくださる方結構いて、でまだまだもうちょっとこう足らないので、ぜひぜひですね、こちらの方、こちらの方で、この QR コードをかざす、または、概要欄の方にそのリンク貼ってありますので、こうスマートフォンのね、キャメラ機能で、こうやってこうやるともうここの方にページに飛んできますので、ページ飛んでったらこちらの方ですね。71プラス今の配信中に、3番ぐらい行きましたね。ありがとうございます。よかったらですね、協力してもらえたらと思います。こうね、ある程度目標金額いったら僕の方からね、ちょっと先生YouTube 出てよっていう風に言いやすくなるでしょ。でなんかこうなんか先生のこう水彩とかで使ってるペンとかさ、絵のこととか構図のこととか皆さん質問をですね、なんか考えといて、生配信は難しいかもしれんけど、なんかこう皆さんからの質問とかを受けて答えれる範囲でね、答えてもらえるような企画とかもできそうなんで、私も言いやすくなるんでね、よかったらということでございました。ハーモニーさんによう似てますか、こちらのもうね、本当にこう色すごくこう綺麗に、いったような感じがいたしますということで、ありがとうございました。明日はですね、一応今度透明水彩、ベネチアを描くみたいな感じで考えておりますけども、今日みたいに配信の時間をちょっと決めるかもしれませんし、決めませんかもっていうことで終わります。お疲れした。終了。さよなら。ではでは。